どうもきみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。先日ついにこちらのドラム式洗濯乾燥機をね購入しました。ここに収まっていますけど、今回購入したのがアクアの DM10R という機種をね購入しました。こちらを使い始めてもう1ヶ月以上経ちましたので、実際に使ってみた感想と良かった点、気になった点、あと購入前には気になっていたけど実際使ってみたらそんな問題がなかった点なんかもねありましたので、そういったところを紹介していきたいと思います。ドラム式洗濯乾燥機の購入を考えている方の参考になったらと思いますので、よかったらご覧ください。では行ってみましょう。まず1ヶ月以上使ってみた所感ですが、今のところ大満足です。めちゃくちゃ買ってよかった。週に 1,2 回の運転なので、まだ十数回しかね実際使っていないんですけど、ある程度の使用感というところはねつかめてきたと思います。そういった中での評価なんですけども、大満足です。ただこの間にもちょっと気になったところもありましたので、その辺はね後ほど話していこうかなと思います。で、まずなぜこの機種を選んだかというところなんですが、今回購入したのがアクアの DM10R なんですけど、これを選んだ理由もねいくつかありまして、まずコンパクトであることですね。うちの洗濯機置き場がこういうねクローゼットタイプだったので、物理的にサイズの制限というのがねありました。このちょっと狭いスペースに置かないとダメなので、結構細かく計測して置ける機種をね絞り込みまして、これでねかなり選択肢は狭まってしまったんですけど、このアクアの DM10R は横幅 595mm、 奥行き 616mm、 高さ 943mm なのでかなりコンパクトなんですよね。なのでこのね狭いクローゼットの中にも収まるサイズでした。あと洗濯と乾燥の容量なんですが、最低でも洗濯で 10kg 以上、乾燥でも 5kg 以上が欲しくて、でこれが洗濯 10kg、乾燥 5kg なので、これもねギリギリ許容範囲内でした。で本当はこの一つ上の機種の洗濯容量が 12kg で乾燥容量が 6kg のタイプがあって、そちらも候補に入れていたんですけど、結構サイズがギリギリかなって感じだったので、家電量販店の無料の訪問見積もりっていうのがあったので、そちらでサイズを確認してもらったら少しねはみ出ますって言われちゃったんですよね。なのでその機種は本当ね 1,2 センチはみ出るみたいな感じだったんで、めちゃくちゃ惜しかったんですけど、そちらをね諦めました。奥行きがね 1,2 センチでもオーバーしてしまうと、このクローゼットの扉がね閉まらなくなっちゃいますよということだったので、その大容量の方は選べませんでした。で実際ねこちらの機種も置いてみたらかなりギリギリだったので、本当ね無料の訪問見積もりしていただいてね良かったなと思いました。危なかったです。あと乾燥方式はヒートポンプ式が良かったので、これもねこのサイズ感でヒートポンプ採用なので、これもね条件クリアでした。このドラム式洗濯乾燥機選びのポイントとかね、僕全然最初分かってなかったんで、インスタグラムでフォロワーさんにおすすめ機種をアンケートを取らせていただいて、でたくさんねコメントいただいたんですけど、本当聞いてよかったなと思ったのがこの乾燥方式の話でした。ドラム式洗濯乾燥機の乾燥方式ってヒートポンプ式っていうのとヒーター式っていうね、この2パターンがあるんですけど、ヒーター式は内蔵のヒーターで熱風を発生させて乾燥させる方式なんですよね。なので湿気を伴った熱気を外に排気するので、湿気がすごいことになるらしいんですよ。濡れたものをドライヤーで乾かして、その湿った空気を外に吐き出すような感じなので、こういうクローゼットの中だったらこの中がねほんと水浸しになるかもですよとね言われまして、なのでこういう環境だとヒーター式は無理だなというふうになりました。で一方こちらに採用されているヒートポンプ式だと、本体内の冷たい部分で空気の中の水分を結露させて取り除いて、あったかい部分で空気をちょうどいい温度に温めて、その乾いた空気を何度もぐるぐる回して洗濯物を乾かすという仕組みらしくて、ざっくり言うとエアコンの除湿機能を使って乾かすみたいな感じらしいんですよね。なので排気されるその空気に湿気はないですし、熱もこもらないので、こういったクローゼットの中でも問題なく使えますということでした。なのでうちみたいなこういう環境だと最初からヒートポンプ式一択だったんですよね。これもね知らずに選んでいたらね危なかったですね。もともと買おうと思っていた機種は実はヒーター式だったので、視聴者さんにこういったことを教えてもらっていなかったら、もうこのクローゼット内がね水浸しになるところでした。教えてくれた皆さん本当にありがとうございます。ちなみに家
家電量販店の方も全くね同じようなことを言っていました。やっぱりクローゼットタイプとか狭い空間だと湿度がすごいことになるので、ヒーター式はね避けた方がいいみたいです。あとこのヒートポンプ式はヒーター式の半分ぐらいの電気代で済むらしいので、長期的に見た時の省エネ効果っていうのもね抜群です。そういった意味でもねこのヒートポンプ式にしてよかったなと思いましたね。あと選ぶ基準としては温水も使えるタイプがいいですよとねフォロワーさんに教えていただいたので、温水洗浄モード付きがいいなと思っていて、こちらはねそれもついていました。しつこい汚れとか染みついた匂いなんかも温水洗浄すると結構落ちやすくなるということなので、温水洗浄付きが良かったんですけど、これもねついてるので良かったですね。はい、といった感じで結構条件が厳しめだったんですけど、全ての条件を満たしていたのでこちらを選びました。というかね、もうこの条件を満たしてるものほんとこれしかなかったって感じですね。でこちら価格は税込みで17万円ぐらいだったんですけど、量販店のポイント還元が2万数千円ついて、あとね専用の洗剤6000円分かな、1年間分ぐらいのものっていうのをつけてくれたりしたので、実質14万円台ぐらいで購入できたことになりました。他に検討していた機種だと20万円以上するものとかも多かったので、その中でこの価格で抑えられたっていうのはね助かりましたね。でここからは実際に洗濯乾燥をしてみて気になる仕上がりを見ていきましょう。まずこちらの扉を開けまして、ここに洗濯物を放り込んでいきます。今回洗濯するものはバスタオル3枚、シャツ1枚、T シャツを2枚、トレーニング用のパンツ、トレーニング用の T シャツ、トレーニング用 T シャツは2枚で、あとインナーの T シャツ3枚、あと靴下が1足2足3足4足、あとユニクロ U のパーカー、あとパンツ、あとはこたつの洋服ロンパース2枚。一応これはね毛とかが抜けるかもしれないのでネットに入れます。でこれでさっき測ったら洗濯容量だいたい5キロ弱でしたね。 4.67 キロとかだったので、一応洗濯も乾燥も容量的には OK という風になってます。はい、こちらをね洗濯乾燥していきましょう。で洗濯物すべて放り込んだら電源ボタンを長押しします。でこの洗濯切り替えというボタンで洗濯乾燥メニューを切り替えます。これが洗いから乾燥まで、でこれが乾燥だけ、脱水と乾燥、洗いから脱水、こんな感じでメニューが切り替えられまして、今回は洗濯から乾燥までやってもらいます。でこのコースもいろいろ選べるんですけど、今回は標準で選択します。あとここのねセレクトっていうのがあって、これを選ぶといろんなメニューが選べまして、布団とか念入りとかね、いろんな洗い方をコースをね選ぶことができるようになってます。あとこれ洗剤と柔軟剤の自動投入機能がついてるので、それぞれ自動投入するかどうかっていうのをここから選びます。今これ洗剤と柔軟剤両方投入になってますが、押すとこういう風に洗剤だけとか柔軟剤だけとか両方自動投入しないとか選べます。今回は両方とも自動投入します。このね洗剤と柔軟剤を自動投入してくれるのねめちゃくちゃ楽ですね。タンクにフルで入れたらだいたい20回ぐらいは使えると思うので、継ぎ足し頻度もね少なくて済みます。であとはこのスタートボタンを押せば洗濯開始です。でこのメニューとかコースの設定は次使う時も前回使った設定がそのまま残っているので、毎回ね細かに設定する必要もなくて、その辺もね簡単でいいですね。こんな感じで簡単に洗濯メニューも選べるし、こだわった設定で洗濯乾燥することもできます。このね操作が簡単なのがね嬉しいです。ここもねグッドポイントですよね。はい、ではスタートボタンを押します。こうすると粉がこうくるくると回って大体のね洗濯容量っていうのを計測してくれます。これぐらいの洗濯容量だと洗濯から乾燥までで4時間38分となります。では仕上がりを待ちましょう。はい、今洗濯乾燥全部終わりました。予定より40分ぐらい早く終わりましたね。今から洗濯物取り出して乾燥具合をね見ていきたいと思います。
はい、洗濯物を取り込みましたので、ちょっと仕上がりを見ていきましょう。まずバスタオルですね。バスタオルは、問題なく乾いているんじゃないかなと思います。畳むと分かりやすいかと思うんですけど、こんな感じで結構ふかふかふわふわになってますね。で、匂いも、ちゃんと柔軟剤のいい香りがついてます。嫌な香りはもう全くしない。普通にちゃんと洗濯乾燥できてます。バスタオル何枚か、3枚かな、洗濯したてだからほかほか。全然湿り気はないですね。大丈夫そう。いい香りね。使い始めの頃は少しね、油っぽいというか機械っぽい匂いっていうんですかね、そういうのが残ってる感じが実はあったんですよね。使い始めて数週間かな。だけどもう数週間、1ヶ月以上使っているともう全然そういう匂いはしなくなってきましたね。最初だけちょっとなんかその気になる匂い正直ありました。でも今全然大丈夫。バスタオルこんな感じで、ちょっと他も見ていきましょう。これはね、インナーのシャツなんで結構乾きやすいんで、これとかも全く問題ないですね。で、少し厚手の T シャツ、これは脇とかが気になるのかな。全然脇とかこう内側になりがちなところも特に湿ったりはしてないですね。普通に乾いてます。特にこうプリントとか劣化したりとか削れちゃったりとか、そういうのも全くなし。普通に綺麗に洗えてます。ただシワはね、どうしてもできちゃいますね。これぐらいだけど、これはもう生地の問題でしょうがないかなというところですよね。ちょっと全部見てるのもあれなんで、種類別で見ていきましょうか。あとはシャツもカラッと乾いてますね。これもやっぱりシワはつきますね。これはもうシワに関しては、特にシャツとかは形状記憶とかではない限り、コインランドリーとかでね乾燥してるのと一緒なのでね、普通にシワはどうしてもつきますよね。でも乾きは問題ないです。で、襟とか汚れとかもなしですね。綺麗に汚れも落ちてますね。匂いも問題なし。後で畳みます。で、この辺のトレーニングウェア、こういうのももともとね通気性いいシャツなので全然問題なく乾いてます。あとこれかな、夏場なんでしばらくこういったもの洗ってなかったんですけど、今回テスト的に洗ってみました。パーカーですね。厚手のパーカーで、パーカーって結構この内側が乾きにくいっていうこととかよくあるんですけど、アクアでね初めてこれ洗濯乾燥したんですけど、全然問題ないですね。すごいしっかりカラッと乾いてます。なんかふわふわ、肌触りもいいですね。袖とかも全然濡れてないですね。ちょっとこれがねどうなるか正直不安だったんですけど、問題なく乾いてます。パーカーも。で、あとは厚手の T シャツ、これも問題なさそうですね。ちゃんと乾いてますね。で、あとは靴下は大丈夫そうですね。内側もちゃんと乾いてます。ちゃんと乾いてるんですけど、問題がこれ穴開いてますねいつの間に穴開いてたんだろう。穴開いてたの気づかずに入ってたのかもしれない。こっち恥ずかしい。こっちも穴開いてましたね。両方思いっきり穴開いてましたね。穴は開いてますけどちゃんと乾いてはいます。これはちょっと処分かな。あとはパンツですね。こちらはどうだろう。ポケットの中とか全然問題なくちゃんと乾いてますね。内側とかこの紐の部分とか全部問題ないですね。あとこれはエディフィスのパンツなんですけど、素材がポリエステル 64% のあとキュプラ 34% とかのパンツなんですけど、シワとかもあんま目立たないですね。これに関してはね、すごい綺麗に仕上がってるんじゃないかなと思います。で、あとはこたつのロンパース、最初見せなかったかもしれないんですけど、黄色い方がバナナの方、これがね泥汚れがついてたんですよね。それを汚れつけたまま洗ったんですけど大丈夫そう。この足のとこがね結構泥汚れがひどかったんですけど、全く泥汚れないですね。綺麗に洗えてます。で、こっちのロンパースも問題ないですね。湿ったりもしてないですね。大丈夫そう。ちゃんと乾いてます。こんな感じで洗濯乾燥問題なくできます。5キロだったんで結構容量ギリギリだったんですけど、全く問題ないですね。これぐらいであれば。これよりねもっとパンパンに詰めて洗濯乾燥した時あったんですけど、それでも洗い残しとか湿ったままとかいうこともそんななかったので、これぐらいであれば問題なく洗濯乾燥できるんじゃないかなと思います。で、さっき言った通り全部匂いとかも今全然つかないので、普通に柔軟剤の香りがします。汚れ落ち、乾燥、香り全部問題ないですね。仕上がりはこんな感じです。めちゃくちゃ簡単に十分な洗濯乾燥を全自動でやってくれるっていうのはね、やっぱりありがたいですよね。
はい、こんな感じでおおむね満足はしているんですけども、やっぱりねいくつか気になる点もあったので、そのあたりお話しします。まず先ほどお話ししましたが、匂いですね。今は全然匂いはねつかなくなったんですけど、使い始めて数週間は乾燥後に機械っぽいというか、油みたいなね、ちょっと機械油みたいな感じの匂いがね少ししました。気になってきてらんないというレベルではないんですけども、もしね僕が神経質なタイプだったりしたら、ちょっとね匂い気になるかなっていうのはね正直あったかなと思います。でも1ヶ月以上使い続けてる今は全然ね匂いは気にならなくはなりました。あと気になったのがパッキンのホコリですね。ドアを開けた時に内側にあるパッキンなんですけど、この裏側の自動洗浄機能っていうのはついてるんですけども、ここにねホコリが残ってることがねあるんですよね。一度大きい毛布を洗った後に結構このホコリが残っていて、でそのまま別の洋服とかをね洗ったら結構それにホコリがくっついてしまったりしていたんで、定期的にこのパッキンのホコリっていうのはねちゃんと自分の手で取った方がいいんじゃないかなというふうに思いました。自動洗浄機能にね頼りすぎない方がいいかなと思いました。で僕はこういったねブラシを購入したので、これでねかき取るように掃除をしています。これ普通に Amazon とかで買える洗濯乾燥機のこのパッキンの掃除用のブラシなんですけど、これで簡単に綺麗になります。あと使っていて気になった点としては、洗濯メニューの途中切り替えができないというところですかね。この前毛布を洗った時にいつもの標準モードで洗濯を始めちゃって、間違えたと思って変えたかったんですけど、途中で一旦止めて毛布モードにしてから再開っていうのがねできないんですよね。メニューの途中変更ができないんですよ。少しね乾き残しがあったぐらいで他に特には問題なかったんですけど、この途中でねメニュー変更ができないっていうのは注意しなきゃいけないところかなと思いました。あと気になったのはちょっとね厚めな掛け布団を洗濯した時の乾き残しですね。うちねずっと前に提供でいただいたコスモダウンのダブルサイズの掛け布団をずっと使ってるんですけど、これ一応折りたたむと丸洗いもできるっていうものになっていて、で重さも 3.5kg なんで一応容量的にはね許容範囲にはなってるはずなんですが、厚みが結構あるので折りたたんでこう丸めても庫内をね埋め尽くすぐらいな大きさになっちゃうんですよね。それだからか、洗濯は特に問題なく洗濯はできたんですけど、乾燥ですね。乾燥が時間通りの乾燥時間では乾燥しきれませんでした。取り出した時に結構ねところどころ湿ってる感じがありました。なので乾燥モードをもう一度かけてやっと乾いたという感じだったんですよね。やっぱりね重さはともかく庫内いっぱいに埋め尽くすぐらいの布団とかになると乾燥がうまくいかないってことはねあるみたいです。はい、ただね使っていて気になったのはそのぐらいですかね。あとは購入前には不安だったけど実際に使ってみたら問題なかったっていうところが結構あったので、これらについてもお話ししておきます。まず外見的なとこなんですけど、デザインですね。パナソニックとかだとスタイリッシュなモデルも多くて、それに比べるとねちょっとこのアクアは少しね見劣りするかなっていうのは正直思っていたんですけど、購入して使い始めるとデザインはねそんなに気にならないなっていうのがね正直な気持ちですね。このね今クローゼットの中入れてますけど、こうクローゼットをパッて開けた時もダサいなとはねやっぱりならないので、特にデザインに関しては問題ないかなと思いました。そんなにめちゃくちゃやぼったいデザインって感じでもないのでね、そこはあんま気にならないかなっていうのは実際使ってみて思ったところですね。あと他の機種ではよくあるんですけど、洗濯をしている時にこの洗濯の浴槽内ですかね、庫内を照らすランプがないので洗えてるかどうかが確認しづらいかなと思っていたんですけど、これも実際に使ってみると別に庫内見なくてもいいなっていうのが正直なところです。最初はね洗濯しているのを確認してみたくはなるんですけど、見ていても見ていなくてもちゃんと洗ってくれてるとか乾かしてくれるっていうのはね間違いないので、見ていたところで洗えてるか洗えてないかってね別に判断もできないところなので、ここもねいちいち見る必要もないかなと思いましたので、この庫内を照らすライトがないっていうのもそんな気にならなくなりました。あとやっぱり気になったのがヒートポンプ式を選んだけども、このクローゼットの中の熱とか湿気大丈夫かなっていうのが気になったんですけど、これはね全く問題なしでした。試しに温湿度計を置いてみましたが、稼働後でもねこんな感じでした。稼働前と稼働後こんな感じのね差がありましたけども、ヒーター式だったら湿度すごいことになってたんじゃないかなと思うんで、やっぱりねヒートポンプ式にしてね良かったなと思いましたね、これを見ても。あとドラム式洗濯乾燥機今までは使っていなかったので気になっていたのがこの振動とか音ですね。結構音がするっていう話もね聞いていたので、ちょっとここも気になっていたんですけど、これがね実際の動作音なんですがどうでしょうか。
脱水の時はさすがに大きな振動とか音がしますが、本体がねこう壁にぶつかるほどの振動ではないですし、音もねそこまで気になるほどではないかなと思います。この上に置いていた水がスーッとね横に徐々に移動していくぐらいには振動はするんですけど、これも何十分か脱水の時間取ってましたけど、それでもねコップがね横に落ちるまではいかなかったので、大丈夫かなと思うんですけど、そこそこ振動あるにはあるので、上に落としたくないものは無理にね置かない方がいいかなっていうのはありますけども、落ちるほどではないんじゃないかなと思います。音もねそんなに気にするほどではないんじゃないかなと思いますね。こういう風に YouTube を撮る時とかに脱水モードとかで稼働していると結構ねその音とか入ってしまうっていうのはあるかもしれませんが、普段の生活であればうるさくて生活できないっていうほどではないと思います。これはリビングで作業してる時に2メーターぐらい後ろにあるクローゼットの中のこのドラム式洗濯乾燥機が脱水をしてる時の音なんですけど、リビング側から聞くとねこれぐらいの音になりますね。音が気になる気にならないは人それぞれね捉え方あると思うんですけど、僕は全然問題ないんじゃないかなと思いました。あと購入前気になっていたところですと、メンテナンスの面倒くささっていうところですね。結構ねこのメンテナンスとか怠りがちなので面倒くさい手入れだったら嫌だなと思ってたんですけど、これもね思ったよりは面倒じゃなかったです。主に排水フィルターの掃除と乾燥フィルターの掃除っていうのが必要になるんですけど、この足元にある排水フィルターの掃除は毎回なんですが、本体上部から取り出す乾燥フィルターのホコリを落とすのは週1回でいいっていう風になってるので割と楽なんですよね。ただこの乾燥フィルター周りはホコリが溜まって故障するケースがあるという風に聞いていたので、僕はね一応毎回外してブラシで掃除していますが、これもね毎回でもそんなには苦にならないです。今回1回回して出てきたホコリの量なんですけど、まず乾燥フィルターの方はこれぐらい出てきました。であと排水フィルターはこれぐらいホコリが溜まっていました。であとパッキンの裏側はこんな感じですね。大きく3点掃除すればいいって感じなので、毎回でもそんなに苦にはならないぐらいな作業だと思います。であと気になっていたのがホースの取り付け口が裏側にあるっていうところなんですよね。他の機種はだいたい上についているのでホースがちゃんと緩んでいないかとか毎回チェックもしやすそうだったんですけど、これがね裏側なんですよね。見えないところにあるんですよね。見えない分こうすっきりするんですけど、普段からね見えていないというのはちょっと不安だなとも思ったんですが、これもね全く問題ないですね。ホースがそんな簡単に外れることはないので特に問題ないんじゃないかなと思いました。ちなみにうちはバルコニーの植物に水やりをするためのホースを分岐線っていうのをね取り付けることによってこの洗濯機に水を流すのとホースに水を流すっていうのをこの弁を切り替えることでできるようにしてるんですけど、この分岐線をつけても特に問題なくちゃんと水も両方に分岐して流せるようになりましたし、これをつけたことによって後ろがつっかえてしまうとかそういうこともなかったので全く問題なかったです。バルコニーに蛇口がなかったんでここから水を引くしかなかったんですけど、これが取り付けられたことによってねバルコニーの植物の水やりもねすごい楽になりました。あと気になっていたところというと、このアクアの DM10R はアプリ連携ができないんですよね。他の機種でアプリで操作したりするっていうモデルもあるんですけど、これができなかったんですが、これもアプリから操作したいと思ったことね一度もないので、これもなくても全く問題なしでした。はい、そんな感じで購入前は気になっていたこといろいろあったんですけど、ほとんどね問題なかったことばかりでしたね。めちゃくちゃ快適です。はい、そういったわけで今日は最近購入したドラム式洗濯乾燥機アクア DM10R をレビューしました。こんな感じでもう個人的には本当大満足です。これから購入検討されている方にも心からお勧めします。とはいえね大きな買い物になると思いますので、今日説明しきれなかった部分とかで気になることがあればぜひコメントで質問してください。正直な意見回答させていただきますので気軽に質問ください。はい、そういったわけで今日の動画は以上です。もしこの動画が良かったと思った、参考になったと思った方はグッドボタンをよろしくお願いいたします。このチャンネルではこんな感じで生活家電の購入品のレビューなんかもやってますので、よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとベルマークも押しておいていただけたら嬉しいです。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。